この新しい橋も気になるんですけど、それよりもっと気になるのがですね、ここにある親柱ですね。この親柱はこの新しい皐月橋ができるよりも前にあった旧皐月橋のものでですね、もともとはここに国道25号があったんですけども、少しだけ向こう側上流側に橋が移ったという形になっています。国道25号といえばですね、すぐ近くに名阪国道が走っています。高速道路みたいに高規格な名阪国道も国道25号なんですけども、並行しているこちらの旧道の方も今も国道指定されててですね、こちらの旧道の方を我々は非名阪というふうに呼んで区別しています。一本は高速道路みたいな名阪国道があって、もう一本は山道をひょろひょろという道で走っていく、いわゆる非名阪と。で我々はそのひょろひょろの山道の方がですね、いわゆるひどい道の国道にあたるということで、愛してやまない、本当に20年以上前から何度も走ってて思い入れのある国道でですね、新しい橋ができるっていうことは嬉しいことなんですけども、どちらかというと古い橋がなくなったという寂しさの方が勝るかなと思います。で国道25号なんですけども、そのルーツともいえるのが大和街道なんですよね。この大和街道、ただ歴史が深いだけじゃなくて道的にもですね、非常に面白いところがたくさんあるので巡っていきたいと思います。今日行くのはこの国道25号と関係の深い大和街道。ワクワク。曲がると急にこういう狭い普通の生活道路になるけど、やば、この道自体が昔の大和街道、旧大和街道で、すっごい住宅街だけど、すごい住宅街だよね。この左に行く道が旧大和街道で、日本全国を探してもトップクラスにすごい坂道、頑張れゾニカ。ここだって、ここ問題はこれちょっと待って、これいけるかな。怖っ。ちょっとこれいけるかな。ちょっと馬力必要だねこれ。なんか後ろにひっくり返りそうだもんこれ、角度的に。これね、本当に後ろに倒れるんじゃないかっていうね。怖い怖い。そう。あ、でもいけてる。ソニカいけてる、頑張ってる。偉いよ。いやここやばい、内側に寄ったらなんかこけそうだもん。やだ。でも怖い。やばい、なんか本当に後ろに倒れそうで怖い。ちょっと待って、これ怖くて目を閉じちゃう。もうちょっと行くしかないねこれ。うわちょっと昔の人たちはみんなここを徒歩で越えてたと思う。歩いてないのになんかすごい疲れた。うわ、上から見てもすごいなこれ。怖い。やっぱりばい。そう、急なところになるとこのアスファルトからコンクリートになるよね。滑り止めだっけ。そうでこの横の溝は滑り止めというか雨水よけにもなってると思うけど、グロ。すごいねこれ。なんか、テーマパークのアトラクションのさ構図だよね。やっばいよねこれ。この距離でそんだけ上がんだよこれ。うわ。いや前一回行ったやんね、大阪の行ったね。国道308号、暗がり峠っていうところに、あそこは大阪と奈良の県境付近の峠にあったけど、ここは国道じゃないんで、でも全ての道をひっくるめてもここを越える坂はないんじゃないかなと思ってて。全ての道でしょ、日本に存在する。でもそこもやばい気がするな。おっとやばいなこれ。
50とかいくけど行き過ぎやって51。行き過ぎやって50はやばいな。行動で50あるんかと思って。おお、やばいな。ここやばそういね。こうしてる。ここやばいな。ここ入れたらもうこれはやばいと思うけど。あ90%とか言ってるから。でも一これは応さ道路でしょ。まあ道路の一部としてはここが瞬間最大的には一番やばい。やばい。すっごい嬉しいでしょ。ソニカで通れたのが嬉しい。ね。やっぱ今でも使われる方は結構いらっしゃる。ええ。通学路にうちの孫とかまだこええの道をずっと、あ普通に生活の道路で、あ。昔ははい。何ていうの土のっていうんかなアスファルトみたいなしてなくて、はい。ほんま子供が滑って歩く、ああ、じゃあ舗装されてなかったんですね昔は舗装し。てなかったよ、えいい感じやってんで私読みに来てくれるな、え。はい。反対向いてパカこねして歩いて、はい景色を見ながらあーそうですそうかね。退屈せえへんやんか坂道あんだけ急な坂なんで見晴らしいですもんね。さあさっきからだいぶ東の方に来て、今三重県の亀山市まで来ました。そこに国道標識がある通り、ここが25号おにぎり。おにぎりが、うんでねここねちょうどいいところにあって、うん。ちょうど道が狭くなって国道化するところにおにぎりがあるから、ここはねこの25号を語る上で絶対撮りたくなるアングルで、ここは毎年元旦こう来てる気がするな。そういえばじゃあここすごい新年は絶対来たいみたいなご利益系。それぐらいの国道始めにまずここに来るぐらいの。なるほどね。そうでこの標識を取ったら1年が始まるっていう、そういう場所ですここは。そしてこの道を東の方により向かっていくとですね、面白いポイントがたくさんあるので、はいこっからがもうこの25号大和街道のハイライトと言ってもいいぐらい。マジで。ちょうど上来た上来た上来た何テンション来た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 。そうそうそう。すごい走ってるんだ。すごいタイミングで来た。最高じゃん。めったに走ってないのに。そうなの。そう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 。で今ので分かったと思うけど、鉄道が走ってるってことは、見た目どう見てもこのトンネルに見えるけど、トンネルではなくて鉄道施設の橋梁、橋です。これは橋です。トンネルじゃなくて橋です。鉄道から見たら、この道をまたぐための橋になるから、これは橋。今1両だけ走ってたけど、あれが関西本線 JR の大阪と名古屋を結ぶ結構大事な路線で、でも1個しかないんだ。1個しかないけどね。今はローカル線とかしてるけど、ここがなぜ大好きなのかっていうのは、もうちょっと行けば多分わかると思います。ここを見たらコンクリートのトンネルに見えるけど、と思いきやのやつでしょ。と思いきやここね多分後からコンクリートが打たれたと思われて、中に入るとねここ石があるでしょ。だ多分ここが以前のそのポータルじゃなかったかな。付け足されてる。そう後からこのコンクリートを付け足してると思う。で中に入るとこの素敵な出たレンガ。そう長いレンガとこの短い部分短辺部分をこの交互に出してるから、まあこれが典型的なイギリス積み。ね覚えちゃったよ。これもまさかの。でねこっちからこっちを見てほしいんですよ。おお。ほらめっちゃかっこいいっしょ。これ立派だよね。めちゃくちゃ立派っしょ。上の方が黒くなってるのもいいよねなんか。上のだってレンガの配紙とかもわざわざああやって飾ってるんだもん。あ本当だ本当だおしゃれ。そうでこの肉厚なレンガの作り層があって、こんなにも重厚でかっこいい作りをしてるっていうのは、やっぱり当時関西本線を作るにあたってもっともっと歴史の深いこの大和街道に対するリスペクトがあるんじゃないかと当時設計した人もというのをこのレンガから感じるわけですよ。でこの名前さっきから橋梁ってしきりに言ってるけど大和街道可動橋っていう名前で鉄道施設なのに街道の名前がつくっていう、それだけやっぱり大和街道に対するリスペクトが多かったと。ここは旧大和街道で実はもうすぐそこでだよねなんかそんな予感してるの。
これだ絶対。ほら来たいいですね。いい橋ですね。どうよこの橋。もういいって思っちゃいましたそ。してこの重量制限 0.3 トンでどんぐらい？ 300キロ。めっちゃ脆いじゃん。そう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 。橋とは。まず小数点で1トンもいかないっていう、うん 0. 点いくつっていうのがまず珍しくて、うん 0.3 っていうのが明らかにちょっとイレギュラーすぎて、イレギュラーだねそう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 。この上の看板もいわゆるこの流れ橋っていうやつで欄干も何もなくて、うん洪水が来た時水が増えた時に、うこの橋桁が一生懸命ここで踏ん張ろうとするとそれで流れで壊れる可能性があるんで、うんそのまま外れて、流れていくと流れに逆らわずに。へえ。0.3 トンという重量制限も珍しいし、流れ橋っていう構造もかなり今となっては珍しいんで、ね、初めて見た。それがこの亀山市の大和街道にある。昔流れたのかな。多分過去には流れたことがあるんじゃないかなと。こんにちは。撮影あ、そうなんです。この、流れ橋今はあんまり流れないけど、はい以前10年ぐらい前はしょっちゅう流れて今は春節してだいぶ、はい、ああ、はいちょっと雨が降るとわーっと増えてはい。でここは広いんやけどあそこのところで90度曲がっとるんですよ。ああー、はい。だから大雨が一気に降ると、あそこで詰まっちゃって、ええ一気に水かさが上がって、これは昔はもっとこんな立派な橋じゃなかったからああ、はい。どんなんですかもっと簡単だったんですか。丸太を半分に切ってええ広げたらやば。ああ。それに比べたら今ずいぶんこれでも立派になったという。そうそうそうああ。ここしか道なかったからさ、うんうんうん。ここがいいやつここ通ってるはずだ、ああ、家康も。そうですねはい、ええここしか道ないねん。はい、そうですね。まああちこちにあるけど、うんはい。